おはようございます。画家のギソです。今日はですね、これですね、プラハを描いてみようと思います。今日はハルモニアを使って、どういう感じにしようかな。ある程度大きな、とにかく絵の具で遊ぶという感じで、ちょっとやってみようかなと思います。最後までよかったらご視聴ください。下書きはしておきました。H の鉛筆ですね。H の鉛筆を使って、下書きをしておきました。このグレーは何グレーかな。どんな感じでいこうかな。書き出しの段階からあまり決めていないというですね。もうちょっとこちらのブルーグレーですかね。後ろの方からちょっと描きながら、こういう仕事はね、もう本当に楽しくね。ちょっと陰影がない風景ですよね。陰影がない風景、光が当たっているわけではなくてっていう風景をちょっと描いてみたいなと思いまして、今回はちょっと挑んでみようと思います。ちょっと手前の方に出てくると少し奥行きを感じさせるように、手前の方は少しですね、この辺りが街並みになっているのかな。で、ここに緑の木々や向こうに見える橋があるわけですね。これも緑なのかどうなのか。もうハルモニアはやっぱね、遊べるかどうかでだいぶ変わってきますからね。単色でもちろん塗っただけでも分離色といって綺麗なんですけど、ちょっと茶色系ですね。雨の後のプラを描いていってます。非常に今日は寒い一日でございます。録画しているのは12日ぐらいかな、14日やったかな。少しずつ色がね変わってきているみたいな感じで、ですね、この辺は後でまたやるとして、橋の枯れる橋のちょっとここのとこあれでしたねもうちょっと白かったね。そして手前の枯れる橋の方へ向かってくると。本当このハルモニアは使い方いかんでは本当に楽しいですよ。難しいかもしれないですね。僕意外と初心者いけんちゃうかなと思ってたんですけど、皆さんちょっと苦戦してますか？すいませんこれだけで単色だけで綺麗なんで、そのチューブから出した状態ですね。綺麗なんでいけるかな思ったら意外と難しいっすわっていうのがいくつか聞こえてきてごめんなさいね。おじさんがやっぱね僕でも書いててどこを書いてるかちょっとわからないようになる時ありますよ。たまに言われますけど、わからないようになるんですって。僕もありますよ。皆さんと一緒ですよ。ここにもっと緑のこのあってね。箸もね水で書いといてあって、目細めてみてですね、影になってるところとかどこかなとかですね、濃いところどこかなとかですね、一つ一つの色を見るというより全体の中で暗くなってるとことかつながってるとことか、そういうのを見ていくんですよ。で後からちょっと色を感じさせてあげたりとかですねしてあげるぐらいの気持ちで。難しかったですか？今の言ってること。目細めてあげたら全体がボワーっと見えてくるんですよ。そのボワーっと見えてくるような色一つ一つが青とか赤とかね、そういうことは後にしてまずボワーっと見えてきた雰囲気を描いてあげて、よいしょ、ビュッビュッビュッ、チュ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 。この辺なんかもうね、分離色音分離色音分離色みたいな感じでなかなかいいですね。
漆黒のね、暗い、漆黒の執事と言わずとも、ある程度暗い色とかですね。ピュンピュン。で、向こうの建物とかも、あまり大きくなかなか描き分けること難しいというか、ね、はっきりと濃淡がついてるわけじゃないから、なかなか難しいとこありますけど、少しね、黄色系とこれか。少しずつ色も落ち着いてき出しそうな感じかな。絵の具がですね、やっぱりずーっと絵の具が少しずつ紙と食いついてきてね、落ち着いてくると。紙買ったばっかりやから、ある種ですけどね、ちょっと分厚いからくっつきそうやね。向こうに見える屋根とかもね、ちょっと混ざり合ってもええので、それがまた味になると思ってですね、少し混ざり合っても突き進めっていう時は突き進んでみて、ぐちゃぐちゃぐちゃとした世界観とちょっと静かな世界観で、もうちょっと静かな世界観を微妙な調子とかをつけながら書き分けながら、もうちょっと強調するところは逆に強調してあげたり、弱めるところは弱めてあげたりみたいな感じで、少し水を多めにしたものでハーフトーンをつけるような気持ちで、ね、この辺なんかもね、水の中の影の色のね、ちょっとね、ここにある、なんか黄色い葉っぱみたいなのがね、ちょっとうまくまだまだ水が多すぎた。まだね、ここは逆に乾きすぎた。とかですね、面白いですよね。ちょっと大きな作りがどんどんと出来上がりながら、ハーフトーンも少し増えてきつつあります。で、細かい密度感を感じさせてあげると奥の方のですね、空の色とかもね、この雨上がりのこのグレートーンみたいなのね、ちょっと描いておきたいですよね。ピューッと。ちょっとね、今、混ざり合わすような雰囲気とかも少しありながら、少しだけ乾き出してるのでですね。混ざり合いすぎたね。こういうのは楽しむんです。楽しんでください。これの建物の横のここのところに来て、ね、向こうの橋、あんまりこれも濃い色になりすぎたらあかんけども、向こうの橋で枯れる橋。ちょっとぐじゅぐじゅっとしたとことふわっとしたところの世界観みたいなのが少し出来上がりつつありますね。こういう段階でちょっと粘れるところは粘ってみようというのが最近の私のスタイルですね。ここのね、こういう色が出るかどうか。まだ周りとかも乾いてないですけどね。おっと、強すぎた。いいですね。水彩絵の具はある程度時間経つとちょっと乾いてきます。明るくなりますからね。ぐっとこれぐらい濃く入れてみても
水彩らしいですね。水彩絵の具の初めのつき方。でも一個一個見るとやっぱりこのある種の粗めというのがね、効いてきて、顔料がですね、入ってきている感じもわかるかなと。顔料が髪の目の中にですね、入ってきている感じなんていうのもよくわかりますよね。この辺はちょっとラフに書いてあるんですけど。悪くないんじゃないでしょうか。一層目としてはこれぐらいの感じで一回留めてみましょうか。もうかなりいろいろ分離してますね。いいですね。いろいろ分離してておもろいですね。少しね、遊んでみてもいいかな。散りばめてみても面白いかも。雨が降ってきた。これで一回乾かしてみましょう。ある程度乾いてきましたので、次は2層目を描いていこうかなと思います。ここからおじさんもちょっと老眼で。いきなりぐっと細かい仕事をするというのもちょっと勇気がいるんですが、ちょっとだけでもアクセントとしてですね、画面の中でですね、僕なんかはこういう段階で一回引き締めてあげるようなことをすることが多いです。例えばここにある建物とかをビュッビュッ、絵の中で破綻を起こすという感じで、僕は結構破綻というかですね、起こしてあげる。ここだけ急に水で上がったやんけみたいな感じで、他のところが焦るんですよね。ちょっと破綻が起きるぐらいの気持ちで、もうここだけなんか突出して書き込んだやんけみたいな気持ちに僕はなっていいと思ってて、1箇所2箇所そういった破綻みたいなのを起こさせてあげて、正確に書きたかったら、形はですね、もう転写してあげるとかでもいいかもしれません。私は転写でもいいんじゃないかというふうに思ってます。写真見ながら書くのとね、何が違うのって話になってくるんで、今回は少しざっくりした部分と、せっかくこのハルモネアというのを使ってますので、少し大雑把というか大きな仕事ですね。みたいなものを少し画面の中で入れたり、写実的に描くというよりは、少しですね、水彩絵の具のね、ギュギュッとなんか、あららららって感じですね。もうちょっと広げたくなるでしょ。で、こういうところの暗いところとかも、全部描くんじゃなくて、とりあえずグッ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 と、いくつあるのかな、5個こっちにあるのかなと思ったら1で、ちょっとずつ薄くしていくとか、2、3、4、5と。グッファあってねグワッグワッとか、そういうリズムとかっていうのは絵の中で、作ってあげることも大事です。ここの後ろの方の木なんかもね、グッと強くしてあげる輪郭もあったり、水かなんかでファみたいなですね、均一にならないようにしながら、気をつけながら、でこういうとこは慎重にいく。で、これちょっとブルーグレーなんですけど、ちょっとこれじゃ少し持たんかなっていう感じやったらば、ちょっとこれで緑をほんの少しだけ差し込んであげたりねして、そうすると後ろのこのちょっとグレーなんやけど緑がかっている雰囲気みたいなのがほんの少し出てきて、建物は少し塗り残しつつ、
なかなかこう紙に対する食いつきみたいなのがすごくこう面白いですね。やっぱこの僕はある種が最近もブームで面白いんですよね。粗い紙に書くのがですね、日頃油絵がもう全くもっての平滑な下地に書いているせいかもしれません。反動でこれが面白いのかもしれませんけどね。こうさささささ。でもねこうやってて飽きないんですかってよく言われますけど、飽きることはないんですよね。だからこんな感じで自分の中でまた新しい画材とか少しねかすらせで描いてみようかなとかですね、ちょっとこう方法を少し変えてみようかなとか、新しいやったことない方法をチャレンジしてみようかなとかしてですね、自分の中でこうずっとリニューアルをし続けているので、それがこうやっぱりねものづくりの面白いとこやったりしますしね、もうずっとこう一子相伝のね北斗の拳の技やないですけどそういうのじゃなく、どっちかというとですね、もう本当にこうよし今回はこんなチャレンジ、今回はこんなチャレンジみたいな感じで僕はやってきます。この分離色面白い面白い。もう AI じゃないんですからね、こう思い通りに全部いくっていうわけじゃなくてもいいですしね、そういうのも楽しめるかどうかですよ、本当に。という感じで、ちょっと2層目としてはこのぐらいにしておきましょうか。水がある程度こう全面、絵の具が全面にこう塗られてきたような感じで、これ乾いてから3層目あたりでぐっとこう引き締めて、完成へ持っていこうかなというふうに思います。それでは続きを書いていこうと思います。細かいこう描写をするかどうかがこう迷うところがありますよね、この絵やったらば。そんなにしなくてもある程度ですね、絵の具のこう美しさで見せていけるので、集中的に書くところはここでプラスアルファ少しどこかに広げていきながら枯れる場所とかね、こう書いてこう書いてちょっと、この辺はですね、書いていくしかないところなんですけども、うまいこと省略もしながらですね、その省略がわかんないねと突っ込んではる声も聞こえてきました。皆さんの声がですね、聞こえる能力がありますので、私は能力者ですのでね。ぐっと引き締めるとこ引き締めていってますね。この辺のニュアンスの説明がね、ほんといつもね悩ましいとこですよね。一番こう動画を作りながらこういうところの説明がですね、センスのような、センスという言葉でまとめたくはないんですが、この辺りはね、画面の全体の中でどれぐらいの強さが適切かなっていうのもやっぱり確認しながら、
この辺にこう使う色に関してはね、奥なので、あまりこう濃くなりすぎても鮮やかになりすぎてもいかんぞと。それでも形はちゃんとそこにあると。少しこう密度が上がってきたり、アクセントを少し入れてですね。でこれと展開して他のところ、ラフに描くところはラフに描いてですね。この辺のですね省略の中でも書き込んでいくということが難しいですよね。ねえ。絵の具のこう美しさみたいなのを残しつつ、それでも多少の密度は上げたいなと。ここ難しいですよね。やはりこういい線とかいい塗りとかですね、幅広い、バリエーションみたいなのを持っていくと、線とか塗りとかですね、そういうことが少しこうできるようになってきますよね。ある程度それを意識しないとね、今こうちょっと勢いのある線を引こうとかですね、今少し大きな面を塗ろうとか、外側から形を決めましたよね。その意識を持つということ、なかなかこう言葉のニュアンスは難しいんですが、少しですね濃い色でもうちょっと画面の中で引き締める部分を作ってみても面白いかなと思ってですね、突然ですけどまたね大きな仕事を少し入れ出しました。こうと出るか吉と出るかね、吉と出るか京と出るか分かりませんが、いよいよ最後の書き込みとかをしようと思いますけど、ちょっと拭き取りたいなと思うところもいくつかあるので、拭き取れそうならば拭き取って、少し拭き取れるところがあれば拭き取ってみようかなと思います。ちょっとね白なんかも入れてね、奥の方なんかね奥行きを出しながら描いていっても面白いかもしれませんよね。こんな感じでどうかな、どうですかね、こんな感じで、いかがでしょうかね。またドツボにはまりそうな気配があって楽しくなってきて、どんどんねやってしまうところあるんで、このぐらいでこうですね、ハルモネアの美しさとちょうどこう、塩梅で止めれるかどうか、このぐらいでこう止めておくというのもありかなというふうに思います。
で、マスキングテープを少し外してみます。よいしょ。という感じで描いてみました。ハルモネアを使って、水と絵の具で遊んでみるということで今回お届けしました。描くとこと、省略と、アクセントをつけながら画面のバランスをとっていく。難しいですけど皆さんも頑張ってやられてみてはどうでしょうか。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。チャンネル登録よろしくね。今年もよろしく。2号の